おはようございます。今日も絵を描きながら話していきます。今回はアクリル絵の具で肖像画を描いていきます。あとは面接の心得というところも話していきますので、よかったら聞いていってください。それではまず今日の絵について。今回はアクリルガッシュではなくてアクリル絵の具をトライしていきます。もともとはガッシュもアクリル絵の具もそんなに違わないと思っていたんですけども、ちょっと乾きが違うという話を聞いたので、今回トライしてみようかなと思います。あとは全体のプロセスですね。単純に描くだけではなくて、絵に限らずデザインもそうですけれども、まずは構図を考えて、構図をたくさんのアイデアを出して最もいい構図を選択し、次は明るいところと暗いところだけでいくつかのパターンを出して、その中でベストを選択し、最後は色のパターンで考えられる限りのパターンを出して、その中でベストを選択する。この構図と明るさと色のこの3つの段階においてアイデアの発散と最終的にいいものに収束する。これを繰り返す。結局これが一番いいものを作る流れだなと思うので、今回の絵についても取り入れようと思います。なのでアクリル絵の具と3段階の発散と収束、この2点が今回のチャレンジになります。では楽しんでいきましょう。さて、それでは今日のテーマ、面接の心得というところをお話していきます。面接って何を思い浮かべますかね。給与交渉の回でも語ったことですけど、人生100年時代と言われているので、どんな人であれ多かれ少なかれ何回かの転職を繰り返すことになるかなと思います。で、実はね、僕自身も昨年ちょっと会社の都合で退職勧告が出て、この3ヶ月ぐらいたくさんの面接を繰り返してきたんですけども、その中でね、改めて面接ってのはこういう風に臨むべきだなと思うことを3つお伝えしたいと思います。で、必ずしもね、会社とかの採用面接だけではなくて、例えばね、婚活の初顔合わせなんかでも同じ考えは適用できるかと思います。まず1つ目、落とされても落ち込まない。これね、落ち込みますよね。でも落とされても、大部分は見送りっていう言葉を使うんですけれども、見送られても大部分はあなたの問題ではなくて相手側の問題です。例えば社内のポジション的にそのポジションが空いてなかったとか、立場の違いで意見が食い違ったからとりあえず今回は見送ろうかとか、いろんな理由があって落とすことってあるので、さっさと忘れてください。自分が能力に満たなかったとか、自分の何がいけなかったんだろうとか、いちいち考える必要ないです。自分を受け入れてくれた人がいた時にしっかりベストを尽くせるように。で、落とされたら、ちょっとタイミングが悪かったんだなとか、縁がなかったんだなとか、そもそも自分のこと信用してくれない会社なんか行きたくないわぐらいの気持ちでいちいち気にしないでください。あなたの問題ではなくて向こうの都合です。そもそもわずか30分とか1時間の時間でお互いのことが本当にわかるなんて思わないでください。それでは2番目。2番目は面接は対等であるということです。この考え方を持っているといろいろ気持ちが楽になると思います。もちろんあなたはその会社に入社して給料をもらいたい、そういう思いがあると思いますけれども、その会社もある予算の範囲で優れた能力を発揮してくれる人を探している。そんなプロジェクトに2人で向かい合ってると思えば対等だと思えるかと思います。だから逆にね、その会社の探している人が自分とは違うなと思ったらさっさと辞退したり、それだったらもっといい人知ってますって紹介してあげるのもいいのかもしれません。なので下手に出る必要は全くないし、相手が失礼なことを言ってきたら説教してあげてもいいし、むしろやり返す。この辺はね、もちろんあなた自身のキャラクター次第ですけれども、
やり返してもいいと思います。さて、3番目です。3番目は、相手にプラスの影響を与えるということです。よく面接とかだとやっぱり自分のアピールにフォーカスしがちなんですけども、無理に背伸びしてもその後辛くなるだけなので、そんなこと考えないで自然体でいましょう。ではその代わりに何をするのかといったら、相手のためにその限られた時間で何ができるのかを考え集中するといいのかなと思います。もちろん自分のこと聞かれたら素直に答えるんですよ。ただ自分がってなるよりかは、相手のことも考えてその時間を使うことを考えた方がより有意義な時間の使い方になるのかなと思います。で、それの方が結果的にもいい結果につながると思います。さて、それではもう一回まとめると、一つ目は落とされても落ち込まない。二つ目は面接は対等である。で、三つ目は相手にプラスの影響を与える。この3点でした。よかったと思ったら、次回の面接からトライしてみてください。
さて、そろそろ完成にしようかなと思います。今回は初めてアクリル絵の具を使って描いてきましたが、ガッシュよりも描きやすい印象がしますね。ガッシュよりも伸びやすいので、グラデーションが作りやすいですね。もちろんあくまでもガッシュと比べたらというところで、油絵と比べたら油絵の方が多分断然グラデは作りやすいかなと思います。で、絵としての反省点は、筆を細かく使ってしまうと、例えばこれ、一応エマ・ワトソンを描いたつもりなんですけど、彼女の若いみずみずしい感じが筆を細かく使うことによってちょっとシワっぽく年齢が高く見えてしまうというのを感じていて、大きく筆を使っていくことの重要性をすごい感じましたね。細かいところを再現しようとしすぎるとどうしてもそうやって細かくシワっぽくなってしまうので、おそらく限界まで大きい筆で描くべきなんだろうなというのがすごい感じたことですね。あとは今見ると随分顎が尖って見えますよね。この辺もちょっと細かい影を再現しすぎているのかもしれないです。やっぱり写真を参考にしながらもどういう理想を描きたいのかという写真を見て描くところと、あえて絵として作るところのやっぱりその辺のさじ加減がまだできてないんだなと感じました。これからも試行錯誤していきたいなと思います。それでは今回はこんなところで、よかったら一緒に絵を描きましょう。ではまた次の動画で。